霊界通信小桜姫物語浅野三郎著12相葉との再会。岩屋の修行中にもう一つちょっと面白い話がございますから、ついでに申し上げることにいたしましょう。それは私がこちらで自分の相葉に再会したお話でございます。前にもお話しいたしましたが、私は三浦家へ嫁入りしてから初めて馬術の稽古をいたしました。最初は馬に乗るのが何やら薄気味悪いように思われましたが、やっておりますうちにだんだんと乗馬が好きになったというよりも、むしろ馬が可愛くなってきたのでございます。乗り慣らした馬というものは、それはもう不思議なほど可愛くなるもので、ことによると経験のないお方にはその本当の味わいはお分かりにならぬかもしれません。私の相葉と申しますのは、夫がいろいろと探した上に最後にこれならばと見立ててくれたほどのことがございまして、それは優しい見事な名馬でございました。背丈はそう高くはございませんが、総体の地色は白で、それにところどころに黒のまだらの混じった美しい毛並みは今更自慢するではございませんが、全く素晴らしいもので、私がそれに乗って外出をした時には、道行く者も足を止めて感心して見とれるくらいでございました。何、乗り手に見とれたのではないかとおっしゃるか。ご冗談ばかり。そんな水狂なものはただの一人だってございません。私の馬に見とれたのでございます。そうそう、この馬の命名につきましては、夫と私との間になかなかの悶着がございました。私が優しい名前が良いと思いまして、散々考え抜いた末に、やっと鈴掛という名を思いついたのでございます。すると夫は私と意見が違いまして、それはあまり面白くない。ぜひ若月にせよと言い張って、何と申しても聞き入れないのです。私は内心不服でたまりませんでしたが、もともと夫の見立ててくれた馬ではあるし、とうとう若月と呼ぶことになってしまいました。今度は私が負けておきます。しかしこの次に良い馬が手に入った時は、それはぜひ鈴掛と呼ばせていただきます。私はそんなことを夫に申したのを覚えております。しかしそれから間もなく、北条との戦が起こったので、私の望みはとうとう遂げられずに終わりました。とにかく名前につきては、最初こんないきさつがありましたものの、私は若月が好きでたまらないのでした。馬の方でもまた、私によく馴染んで、私の姿が見えようものなら、さも嬉しいといった表情をして、大きな体をすりつけてくるのでした。落城後、私があちこち流浪した時にも、若月はいつも私に付き添って散々苦労をしてくれました。で、私の臨終が近づきました時には、私は若月を庭先へ呼んでもらって、この世の別れを告げました。お前にもいろいろ世話になりました。心の中でそう思っただけでしたが、それは必ず馬にも通じたことであろうと考えられます。これほど可愛がったせいでもございましょう。私が岩絵の中で精神統一の修行をしている時に、ある時思いもよらず、若月の姿が私の目にはっきりと映ったのでございます。ことによると、若月はもう死んだのかもしれぬ。そう感じましたので、おじい様にお尋ねしてみますと、果たしてこちらの世界に引き越しているとのことに、私はぜひ一目、昔の相葉に会ってみたくてたまらなくなりました。甚だ勝手なお願いながら、一度若月のもとへ連れて行ってくださるわけには参りますまいか。それはいと安いことじゃ。と、例の通りおじい様は親切に答えてくださいました。馬の方でもひどくそなたを慕っているから、一度は会っておくがよい。これから一緒に連れて行ってあげる。誘拐ではどこをどう通っていくのか、
途中のことはほとんどわかりませぬ。そこが誘拐の旅と現世の旅との大した相違点でございますが、ともかくも私たちは瞬く間に途中を通り抜けて、ある一つの馬の世界へ参りました。そこには見渡す限り馬ばかりで、他の動物は一つもおりません。しかし不思議なことには、どの馬も皆たくましい俊明ばかりで、毛並みのもじゃもじゃした、嫌に足ばかり太いダバなどはどこにも見かけないのでした。私の若月もここにいるのかしら。そう思いながら、ふと向こうの野原を眺めますと、一頭の白馬が群れを離れて、飛ぶがごとくに私たちの方へ駆け寄ってまいりました。それは言うまでもなく、私の懐かしい愛馬でございました。まあ、若月。お前、よく来てくれた。私は心から嬉しく、しきりに自分にまつわりつく愛馬の花を、いつまでも軽く撫でてやりました。その時の若月の嬉しげな面持ち、私は覚えず涙ぐんでしまったのでございました。しばらく馬と一緒に遊んで、私は大変軽い気持ちになって戻ってきましたが、その後二度と行ってみる気にもなれませんでした。人間と動物との間の愛情には、いくらかあっさりしたところがあるものと見えます。